今を生きる隣の家のお兄さん、チェ・ウシク様。1990年3月26日、韓国の首都ソウル特別市に生まれ、父、母、兄の4人家族。身長181センチの大型。気づかれにくいけど8頭身。御年33歳に沼民驚愕な若見えルックスは魅力の一つ。パラサイトでは金持ち宅に寄生する貧乏一家の長男。最新作殺人者のパラドックスでは悪人を識別できる能力を持つ大学生。どこでもいそうな平凡顔と自虐するほど普段はお隣に住むお兄さんのような親近感を放つも、ちょい悪な役を演じればたちまち異様な色気を醸すそのギャップが最大の武器。今回はそんな自然体の魔術師チェ・ウシク様の生い立ちから成功までの軌跡をご紹介。婚姻届提出の準備をしながら見てちょうだい。幼い頃からゴジラやバットマンのワンシーンを真似て密かに俳優になりたかったという彼はご両親の愛を受けすくすく成長。11歳の時にバンクーバーに移住したため国籍はカナダ。語学はネイティブ並みで英語名はエドワード・チェオ。今となっては帰国子女という経歴はプラスでしかないけど、まだ小学生で海外への移住は激震とも言える環境の変化だった。学校ではわからない英語、家では強制的に韓国語で頭の中はプチパニック。毎日持たされるお弁当に入っているキムチの匂いが原因で仲間外れ。お母様に入れないでと頼んでも聞き入れてもらえず、現地の友達と喧嘩をすれば自国に帰れと言われ悲しくなったというわ。韓国語とキムチは自国文化を忘れさせないための親心だったけど、言葉と文化の壁で辛い日々を過ごし、馴染むまでしばらく時間がかかった。それでも持ち前の明るさで高校時代には仲良し14人でフレンズフォーエバーな仲間 FF14 を結成し、釣りや登山をアクティブに楽しみ充実した学生生活を送ったウシク青年。その後カナダの名門校サイモン・フレーザー大学に進学し舞台演出を専攻。実は中学の時に映画ラストサムライの予告編を作る授業でカメラ演出に興味が湧き、本当は映画制作について学ぶフィルムスクールに進みたかったけど大学に進学させたいご両親の願いがあったそう。人生の転機は当時のガールフレンドの抜群の行動力がもたらしたわ。韓国では一重まぶたが人気と彼のプロフィールをドリームハイのオーディションに応募し書類選考通過の知らせが届くの。俳優という心の片隅にあった夢が不意につかめそうな希望としてキラリと光った瞬間だった。お父様は大反対する中、お母様は後悔しないように挑戦してきなさいと背中を押してくれ、超特急でチケットを手配しオーディション直前に韓国へ入国。しかしいざ会場へ着いた彼が目にしたのは練習に励む応募者たち。特技もなく演技練習もしていなかった自分との差に逃げ出そうとするも、司会者がせっかくカナダから来たんだから一度やってみようと促してくれて、ブルブル震えながら台本を読んだんだとか。司会の方に金一封贈呈しないと。そしてなんと見事結果を出し出演決定。さあ俳優チェ・ウシクの誕生と思いきや、制作側の事情でキャスティングが白紙となり、彼のドリームは真っ白な灰に。カナダに帰ることも考えたけど演技の楽しさを忘れられず、 CM やエキストラで経験を積みながら再度デビューを夢見ることに。約2年後となる2011年、ひたむきな努力を続けた彼に大きなチャンスが訪れる。社会の仮想でたくましく生きる人々を描き、最高視聴率 18.4% を記録した時代劇チャクペイ。オーディションでは緊張で実力を発揮できず脇役でキャスティング。しかしその後台本読み合わせ時には緊張がほぐれた全力の演技を見せ、彼の持つ表現力が再評価され子供時代役に大抜擢。物語の4分の1が子供時代の作品だったためお茶の間に強い印象を残したわ。待望のデビューでご両親はさぞお喜びになったかと思いきや、劇中披露した女装姿を見たお母様がショックで思わず箸を落としたなんてエピソードも
も彼らしいわね。これ以降様々な作品に抜擢され、新人俳優としての歩みをスタート。2012年屋根部屋のプリンスでは女心をくすぐるキュートなネガン役を。しかし本人は頭脳明晰な教育係役だと思い込みオーディションに臨んだけど、渡された台本は再び女装シーン満載のお茶目な役柄でびっくり仰天。翌年映画シークレットミッションではパク・ウンビン様演じる姉が大好きすぎるイケメン不良少年を、シットコムドラマ黙ってファミリーでは局長の旦那パク・ソジュン様と友情の絆を紡ぎ、2014年運命のように君を愛してうではチャンヒョク様演じる主人公のイボテイに扮し、ウィットに富んだ演技で憎めないキャラを好演。こうして着々と経験を積み快調な俳優人生を走る一方、似たような作品や役柄ばかりにキャスティングされることへ焦りや不安を感じ始める。成功したいと思うほど今までできていたことすらできないスランプに陥ったけど、これまで積み上げてきた努力は決して彼を見捨てなかった。2014年、不遇な家庭環境から親への憎しみと心に多くの傷を抱える役柄を演じた映画巨人。出演が決まれば初主演作となるにもかかわらず、近くに来る人を全て刺すハリネズミのような主人公を今まで明るい姿しか見せていない自分が視聴者を納得させるだけの演技ができるのか心配だったと2度にわたるオファーを断ったわ。でもちょうど役者としての未来を悩んでいた時期でもあり、これが最後の作品になるかもという俳優人生をかける思いで出演を決意。この強い覚悟から表現された全身全霊の演技を業界は見逃さなかった。チョンニョン映画祭をはじめ新人賞5冠を達成。見事新境地の開拓に成功したの。ここから影も光も多様な役柄を演じ分けていくわ。翌年ホグの愛ではドラマ初主演を果たし、2016年韓国で動員数1150万人を記録した映画新幹線ではゾンビから彼女を守る高校球児を演じ、韓国での知名度が急上昇。2017年オクジャでは巨匠ポン・ジュノ監督と初めてタッグを組み、韓国とアメリカの合作で英語を活かした演技を披露。出演時間は短いながらも世界の映画ファンに強い印象を残す。2018年映画魔女では優しい笑顔を封印して殺し屋役を麗しく演じ、爪を噛む癖などの役作りは自ら提案し、これまでとは一味違うクールな一面を披露。悪役ながら醸す深い色気に瞬殺されたのは私だけじゃないわよね。こうして様々なジャンルに挑戦し、演技の振り幅を広げたチェ・ウシク様。ついに世界のスターへと押し上げるあの作品と出会うことに。オクジャ撮影後、ポン・ジュノ監督から次期作について聞かれ、特にないけど体作りすると答えたところ、体は鍛えずもう少しそのままでと言われてほどなく映画オファーが届くの。台本もない時点での出演交渉だったけど、監督の名を聞いて即決。その後練られた台本は貧乏人一家の長男という物語のキーマンとして彼に当て書きされたとか。こうして世に放たれた韓国映画界の大金星こそパラサイト。アカデミー賞とカンヌ国際映画祭の最高賞をダブル受賞という快挙を達成。受賞時英語でインタビューに答える姿を見て、海外からもオファーが舞い込んだほど世界に韓国俳優チェ・ウシクの名が躍り出る。翌年映画狩りの時間はネットフリックスを通して190カ国で配信され、またも世界的に知名度が上昇。この活躍を見て両親も誇らしいと思っていると喜びを語っているわ。4年ぶりのドラマ主演作となるその年私たちはでは、魔女で因縁の関係だったキムダミ様と元恋人として再共演。能天気でおっとりとした人物に見えて、実は心に傷を持つ天才画家を演じ、放送前後でインスタグラムのフォロワー数は約260万人から510万人と倍増。彼の新たな代表作に。作品を通して惜しみなく魅力を発揮しているウシク様だけど、実はバラエティセンスもピカイチ。ユンステイソジンの家では天然で可愛らしく、まさに弟にしたい一面の嵐でバラエティの原石という相性そのものよね。インザスープフレンドケーションではドラマ共演を機に意気投合したパクソジュン様を中心に結成された韓国芸能界きっての仲良しグループウガウガ会が大集合。
チェ・ウシク様、パク・ソジュン様、パク・ヒョンシク様、 BTSV 様、アーティストのピークボーイ様という画面が割れるほどの神々しさ。チーム名の由来である僕たち家族なのかなという言葉通り、仲睦まじい姿を見せ話題になったわよね。そんな彼3年ぶりの最新作はネットフリックスオリジナル殺人者のパラドックスでダークヒーローに扮し、またまた影のある役どころでギャップ萌え必至だわ。異教の地で文化の違いに揉まれた青年は大志を抱き、約8000キロ離れたソウルへ飛び立った。役者は向いていないかもしれないと時に悩みもがきながらも、成功を求めるその強い思いは彼をファンのみならず業界からもラブコールが絶えない俳優へと成長させたわ。役に入ればありきたりな普通の人からゾッとする佇まいの悪役まで変幻自在。役から抜けると天然で飾らない素顔に誰もが挨拶にはいられない。どのジャンルの役柄も信じて任せてもらえる俳優になりたいと語る彼が、これからもどんな進化を見せてくれるのか、その未来図は無限だよ。